皆様こんにちは。周作チャンネルアナザーマニックマンデーにようこそ。今日は、ワインのテイスティングの仕方をご紹介したいと思います。レストランとかに外食に出かけたりすると、ワインを頼んだ時に、そのウェイターの方からワインをテイスティングしますかって、普段は聞かれます。そこでテイスティングなんていいですよなんてあまり、言えませんし、普段は言わないので、そこで恥ずかしくない、テイスティングの仕方というのをご紹介したいと思います。結構ワインのテイスティングをしているときは何かパフォーマンスをしているような感じで体がガチガチに固まってしまうんですけれども、ワインのテイスティングの仕方というのを、心得ていたら、そのテイスティングをするときにも、もっとリラックスしてできるんじゃないかなと思いますので、そちらの方をご紹介したいと思います。ワインのテイスティングというのはその味の好みが、好きか嫌いかというのをテイスティング、試すというわけではありません。そのワインが、フレッシュなのかどうか、ワインがその悪くなってないかというのをテイスティングで確かめて、そのワインを運んできてくれたウェイターの方にこのワインで大丈夫ですよ、このワインはフレッシュですよということを伝えるためのテイスティングです。今までも私も何回もテイスティングを行ったことがあるんですけれども、ワインが悪かった試しというのは今までに2回あります。そのテイスティングをした後に、そのワインが悪い状態、もうビネが、酢のような状態、お酢のような状態になっている、ものだったので、そちらの方は返してまた新しい別のワインを、運んできていただきました。そのためのテイスティングです。ですのでテイスティングをした後にちょっとあまり自分の好みと合わないから変えてくれとかいうのはできません。もしテイスティングをする前にこのボトルで本当に大丈夫なのかとか不安な方は、例えばそのワインメニュー、ワインのリストの中から、2つぐらい、候補を選んでおいて、このワインとこのワインのテイスティングを、して、飲み比べてみたいんですけどということは可能です。そして2つテイスティングのグラスを持ってきていただきますので、そちらの方で飲み比べて、こっちのワインの方が、好みだからこっちのワインをくださいということも、することができます。そういった場合はこの味の飲み比べ、自分の好みに合ったワインを選ぶことができますので、不安な方はそういうふうに、すると、よろしいかと思います。でもその後でもまたワインのボトルを持ってきたら、そのワインのボトルがいい状態なのか、お酢になってしまってない状態なのかをまたテイスティングするためにテイスティングと呼ばれるものをする必要があります。はい、それでテイスティングするときは、だいたいこのくらいかこのくらいよりももうちょっと少なめの、ワインを、グラスに注いでいただきます。テイスティングなのでなみなみと注いでそれをガボッと飲むようなテイスティングではなく、ちょこっとワイングラスに入ったものを、用意していただいて、これを、テイスティングして、ワインが、良好なものか、どうかというのを、確かめるためのテイスティングになります。まず私が一通りの、テイスティングの仕方を、ご紹介します。やってみます。その後にその段階がいろいろありますので、一つずつ、段階を、ご紹介していきながら、また説明したいと思います。はい。じゃあそれでは今から、一通りの過程の、テイスティングを行ってみたいと思います。
大丈夫なワインだったので、It's okay っていうふうに言って、ウェイターの方にお知らせします。はい、それでは今の、ワインのテイスティングの仕方を段階に分けてご紹介したいと思います。はい、テイスティング用のワインを注いでいただきましたら、まず色の具合を確認します。グラスをこのようにこう傾けて、ワインの色の具合を、確かめます。このワインの色が例えばそのルビーの色だったり、またこう赤い、色だったりすると、まあ大体こう、フレッシュなワインだと思います。このワインがこう結構オレンジ色に近いようなワインになっていれば、ワインがちょっとこう古くなっている、ということもありますのでご注意ください。そして次にワインの匂いを確認するんですけれども、その匂いが、ワインの匂いがこう増す、ためにそのワインのグラスを、ゆすります。ゆすって、こう酸素とこうミックスさせることによって、ワインの、香りが、ワインの香りに深みが増します。で、ワインをゆすった後にこのグラスに鼻を突っ込んで匂いを確認します。この匂い、を楽しむときに、大体こうフレッシュなのかとかフルーティーなのかとか、お花のような香りがするのかとか、口でテイスティングする前に鼻で、匂いを確認します。そして匂いの確認が終わったら、次は、テイスティング、口でのテイスティングとなっています。もう一度こうゆすって酸素と、ミックスさせることによって香りが深まりますので、グラスをゆすってそれから、口に、運びます。口の中に運んで、まずこうマウスウォッシュのような感じで口の中にこう全部に行き渡らせます。でその後はこうヒッと、ワインをこうヒッとすするような感じにするとその空気がまた口の中で、ミックスされてワインの香りが、口内に、すごく引き立つようになります。それではやってみたいと思います。はい。で、今のそのマウスウォッシュとこうずるっとすするようなテイスティングを、終えた後、この口の中でそのワインの香りを確かめて、フレッシュな状態であるか良好な状態であるかを確かめまして、それでワインがこう悪くなっていなければその時点でウェイターの方に「It's okay」とか「Delicious」とか、言って、このワインで大丈夫ですよということを、伝えます。でもしワインが例えばそのお酢のような、もう悪い状態になっているとか、例えばそのワインをテイスティングした時にフルーティーであるとかチョコレートであるとか、こうベリー、ラズベリーとかブラックベリーのような味とかそんなのでは全然なくて、例えばその濡れた犬のような味がするとか、濡れたカーペットのような味がするとか、こうなんだかこうカビ臭い味がするとか、またもう飲んだ瞬間にもういかにもこうお酢を飲んでいるかのような味がするとか、そういった場合はワインが悪くなっているということなので、そのウェイターの方にすいませんちょっとこうワインが悪くなっているんですけれどもっていうふうに言うと、向こうでも、またそのテイスティングをしてくれますので、向こうがそのワインが悪くなっているということを確認した時点で、新しいボトルと変えてくれます。
そのもしワインが悪くなっていれば、恥ずかしがらずに、伝えてください。やっぱりこのワインのボトルレストランでオーダーすると、5000円6000円します。また高いレストランに行くと1万円2万円、ワンボトルで、お値段が、してきますので、やっぱりその悪いワイン1万円とか2万円払って悪いワインを飲むのは、やっぱりお金がもったいないので、もし自分がこのワインは悪くなっていると、感じたら、恥ずかしがらずに、ワインを交換、してください。それからこれはワインのテイスティングとはちょっと違うんですけれども、例えばワインを、ゆすった時にグラスの、表面につく、透明な液体があります。ちょっと見えるかどうかわからないんですけれども、透明な、液体が、グラスの周りについています。これがしばらくするとツーッと垂れ下がってくるんですけれども、これをワインの涙と言いまして、このワインの涙が、グラスに、ついてる時間が長ければ長いほど、アルコール度が高いワインとなっています。ゆすった時にさーっと垂れ下がってくるような、ワインはアルコール度が低いワインとなっています。でこのアルコール度が高いから低いからといって、そういうのワインのクオリティに、関係することはあまりありませんので、こちらの方は大体の目安として、このワインの涙を見ていても、結構楽しいので、見てゆすった後にそのワインの涙が落ちてくるのを見ているのもとても楽しいです。それで最後になりますが、ワインをスーパーマーケットとか、またお酒屋さんで買うときに、これはちっちゃなボトルで、申し訳ないんですけれども、ワインの、種類っていうのはもうすごいもう何千種類ってありますので、どれを買ったらいいかすごく迷うかと思います。そこで簡単に手軽に美味しいワインを見つける方法というのがありますので、そちらの方を最後にご紹介したいと思います。まずこちらの底の方を触ります。指を突っ込んで触ると、底が平らになっているワインと底上げしてあるワインというのがあります。で、基本的にはこの底が平らになっているワインよりも底上げしているワインの方が、美味しかったりしますので、ワインを買うときに指を、底に当ててすごく底上げされているワインとかがもしあれば、そちらのワインを買うと、美味しさの保証というのは、かなり確実になってきます。またワインのアルコールのパーセンテージが必ず書かれてあります。こちらの方は 13.5% なんですけれども、13.5% はワインで言えば、高めのアルコール度濃度になっています。フランスワインとかはだいたい 12% ぐらいから始まって、例えばサウスアメリカとか、アフリカとか、その地球の南の方の、で作られたワインというのは、アルコールが13%、14%、一番高く私が一番高いアルコールパーセントを見たのは 15% というのを見たことがあるんですけども、そのアルコールのパーセンテージが高くなればなるほど、ワインの美味しさというのは確実になってきます。で、だいたい13%、13% 以上のワイン、だと、美味しさの、確実性というのは、かなり高くなってきます。ですのでワインを買うときはこの底を確かめてみて、底上げされているワイン、またはアルコールのパーセンテージが 13% 以上のワインを買うと、美味しさはかなり、美味しさの保証は確実になってくるんじゃないかなと思います。ワイン、フランス製のワインというのは、ちょっと例外で、フランス製のワインというのはアルコールのパーセンテージが低めに、大体設定されてあります。なのでフランスのいいワイン
12% とか12.5% のアルコール濃度のワインでも美味しいワインというのはたくさんありますので、フランス製のワインは大体そのアルコール濃度で確認することはちょっと難しくなってきますけれども、それ以外の、ワインであれば、アルコールのパーセンテージが高いと、美味しさと比例して美味しさも高くなっていきます。それでは今の全体の過程でワインのテイスティングの仕方が終わりました。最後にもう一度ワインのテイスティングをして終わりたいと思います。Yeah, it's okay. はい、それでは今日は、ワインのテイスティングの仕方をご紹介いたしました。これから皆様おしゃれなレストランに足を運ばれた時とか、また海外に出かけられてレストランでお食事をされる時とか、ワインのボトルを頼まれた時にこのテイスティングの仕方を試されてください。それでは今日も大変ご視聴ありがとうございました。また次のビデオをお楽しみください。